はようございます。建築起業家の斉藤俊一です。空間デザインを中心に奄美大島で古民家ホテルを運営したり、コンテナ特許を取って建築を作ったり、集客とデザインの研究をする飲食店デザイン研究所の運営をしています。この放送では最前線で働く建築家やインテリアデザイナーのリアルな設計現場での学びを共有していきます。実務に直結する情報を提供できるように心がけていきます。今日はですね、空間設計をしていて、これ本当に必要なデザインなのというテーマでお話ししたいと思います。ちょっとした空間デザインが大きな機能を生むこともあれば、一生懸命考えて生み出したアイデアがですね、あまり必要ないものだったりすることって結構僕の中ではよくあることだなと思っているんですね。どういうことかというと、例えば以前作った1軒目ですよね。奄美大島の古民家ホテルにキッチンのキッチンから、海が見える小さな窓があったんですよ。でそこには駐車場の屋根が下にあって、その上に窓から続くウッドデッキを作ってみたんですね。屋根の上にすると屋根の上に寝そべることもできるし、海を見下ろせるし、夜の星空は眺めもすごい眺めることができて綺麗だし、さらにはキッチンから食事や飲み物をそのまま対面で出せるダイニングにもなるわけですよね。で、ただ小さなウッドデッキをちょこっと作っただけでとても魅力的な空間が生まれたわけですね。一方でですね、壁面にアートやイベントの飾り付けをするためにですね、天井周りに間接照明を回す造作物を作ったり、スポットライトを刺繍に回したり、そのディテールのこだわりとか結構こだわってですね作ってはみたんですけど、同じ古民家ホテルの中の一部屋なんですけれども、誰も使わない部屋になっちゃったりとかして、正直この部屋の方がデザインも考えたし、作るのも実際大変だったんですね。で何が言いたいのかっていうと、デザインやアイデアやディテールをこだわるときに、それは誰のためにやっているのかってとっても重要なんだなと思ったわけですね。その空間を使う人が楽しめるデザインであることが結構大前提にあった方が、結果的に使われていいデザインになるんじゃないかなと思ったんですよね。一生懸命考え抜いて作ったアイデア、実は自分のためだったりすることも途中からあったりするわけですよ。細かいところこだわっていくと。でこれって結構やばいですよねって自分でやってて思ったんですよね。でちょっと前になんていうんですか世の中的にですよ、パソコンのスペック勝負とか CPU がなんとかとか、容量、ハードディスクの容量、メモリどうとかとか、日本の各メーカーがさ結構頑張って PC 作ってたのに、 Apple の Mac とか iPhone とかに一掃されちゃいましたよね。それと同じようなことが日本の建築現場で起きてるような気がするんですよね。この寸法はこう決まってるからこうじゃなきゃとか、こうしないとクレームが出ちゃうからこうしましょうとか、ひび入るからこうするんだよねとかで、もういろんな規制によってとか、今までの経験値によって実際失ってるものがものすごいたくさんあることに気づいてないわけですよね。それとその流れでもう一つ大切なことがあるんです。それは空間を使う人に余白を作っておくことなんですよね。ここはこう座ってこういう向きでご飯を食べてここで寝るみたいなカチッとした決めた設計をしてしまうと、とても窮屈というか、整理整頓された綺麗な空間だとは思うんですけれども、ちょっと窮屈なんですよね。使い手も空間にいながら心地よい場所を見つけて、その時の行動で使い方を決めるくらいの空間デザインの方がよっぽど心地いいし、自分の使い方みたいな発見も楽しめるなと
今まさに作っている2軒目のね古民家ホテルでちょっとやってみようと思っていることがデッキ部分にあるんですよね。これまだぼやっとしたアイデアレベルなんですけれども、奄美大島の現場行ってねデザインがまとまったらまた報告します。今日はこれ本当に必要なデザインなのというテーマでお話ししました。結論は空間はあくまで使う人のためにあるんだから、使い手のためにデザインはすべきだよねっていうお話でした。そんなの知ってるよと、言われそうな当たり前な結論なんですけれども、当たり前のことを当たり前に実行するのは意外と難しいと思うので忘れずに、しておいてください。実務で学べるインテリアデザインの学校隠れ家では、最前線で働く建築家やインテリアデザイナーのリアルな設計現場での学びを非公開の LINE グループで毎日共有しています。これはまずは LINE のオープンチャットの方をね URL 貼っておきますので、興味がある方は覗いてみてください。それでは今日しかない大切な時間を全力で楽しみましょう。建築起業家の斉藤俊一でした。ではまた。